皆さんこんにちは。整理収納アドバイザーの七尾明子です。本日は整理収納アドバイザーである私が実際に買って良かった無印良品アイテムについてご紹介していきたいと思います。私は整理収納の現場でお客様に無印の収納用品をご紹介することが非常に多いんですけれども、それだけではなくって、私自身も無印良品のアイテムというのはたくさん使用しています。定番商品である、有名なファイルボックスというのがあるんですけれども、そちらだけで我が家にはなんと50個近く、持っているというような、感じになっています。もちろんファイルボックスだけではなくって、その他にもバスケット収納とか小物収納とか、そういった収納用品をたくさん使っていて、我が家のメインを占めているというふうに言っても過言ではないのかなというふうに思います。細々した収納用品だけではなくって、例えばこういった収納家具なんかも無印良品のものを使っていまして、我が家の収納家具はかなり無印が主力というふうになっています。そんな無印収納マニアでもある私が実際に愛用していておすすめな無印収納3つと、収納のプロ目線で見た時のここがすごいよ無印良品というポイントについて今回はご紹介していきたいと思います。ではまず1つ目の我が家の買ってよかった無印良品アイテムはこちらのファイルボックスシリーズです。冒頭でもお話ししましたように我が家では50個近くも使っているというような非常に愛用しているシリーズになります。形状は大きく分けて2種類ありまして、こういった真四角のスタンダードタイプと呼ばれる形と、こういったちょっと斜めにカットされているスタンドタイプの2種類が出ています。幅の方もいろいろなバリエーションがありまして、こちらは10センチ幅、こちらは15センチ幅なんですけれども、こちらの他にも25センチ幅というのも出ています。また高さの方も、こちらの通常の高さだけではなくって、こういったハーフサイズと呼ばれる半分の高さのものも出ています。そしてお色も、こちらはホワイトグレーのカラーなんですが、クリアと呼ばれる半透明のタイプというのも出ていて、非常にサイズも、形状もいろいろなバリエーションが出ているというのが人気の秘密になっているかなと思います。では実際に我が家でファイルボックスを使用しているところをいくつかピックアップしてご紹介していきたいと思います。こちらワークスペースにある書類収納のところなんですが、スタンドタイプの10センチ幅と15センチ幅を使ってこんな風な収納を作っています。そしてキッチンのシンク下の収納ではこのようにプレート類を収納するのに使っていたり、パントリーの中ではこのようにずらっと並べてお鍋だったり、あとはカセットコンロとかそういったものを収納するのに使っています。また収納庫の中ではエコバッグだったり紙袋だったり、あとはフリマアプリで売ったものを梱包するための梱包資材だったりというものをスタンドタイプのものに入れていたり、あとは洗面所の洗面台下の収納のところではこういったストック品の収納にも使っています。私が考えるファイルボックスのおすすめポイントは、まず1つ目には耐久性が高くて使い回しやすいということです。先ほどもご紹介させていただいたように、書類収納だけではなくって、キッチンだったり収納庫だったり、さまざまな場所で使用できますので、非常に使い回しが効くということなので、ライフスタイルが変わっても同じ商品をいろいろな形で使い続けられるというのは結構いいポイントかなというふうに思っています。またデザイン面でも私は結構このホワイトグレーというお色味が気に入っていて、こちらニトリの同じようなファイルボックスと比較しているんですが、こちら側がニトリなんですけれども、ニトリはいわゆるホワイトなので、真っ白っていう感じなんですが、こちら側の無印の方はホワイトグレーという名前の通り若干グレーがかっているんですよね。これももちろん好みの問題だとは思うんですけれども、私自身はこのホワイトグレーというお色味が結構並べた時に高級感があるような気がして結構気に入っています。あとは買い足しやすさという部分でも無印良品の定番商品の場合はあまりモデルチェンジも少ないかなというふうに思いますので、いざ買い足そうと思ったらちょっと形状が変わっていったというようなストレスが少ないかなというふうに思いますので、私はお気に入りです。また私が考える無印良品のファイルボックスのここがすごいというポイントはオプション品が充実しているということです。例えば、こういったオプションでファイルボックスにつけられるようなポケットも売っていまして、こういったところにペンを立てたりですとか、我が家ではキッチンにここにスクレーパーを入れて収納したりしてるんですけれども、こういったオプションパーツが充実しています。これの他にも例えばこういう蓋なんかも販売されていまして、
で蓋はこうもちろんほこりよけなどにつけていただいてもいいですし、こんな感じでこう重ねることもできるようになっていますので、何段かに重ねて収納力をアップしたいという場合にもとても便利です。こちらの蓋のすごいところは裏にこういったキャスターまでつけられるようになっていますので、このキャスターをつけた状態でこう置いて、でその上にこう、ボックスを置けばこうガラガラっていう感じでこう動かしやすいというような、収納も作ることができます。ですから、ファイルボックス一つとっても、収納のバリエーションの幅が非常に広げやすいというのが私が考えるすごいところかなというふうに思っています。続いて2つ目の買ってよかった無印良品アイテムはこちらの整理ボックスシリーズです。この整理ボックスシリーズはサイズが4種類ありまして、小さい四角サイズの1、それからちょっと縦長の2で、幅広いタイプの3、そして、さらに長い4という4種類のサイズ展開になっています。この整理ボックスシリーズの私が考えるここがすごいというポイントはこの整理ボックス4のサイズなんです。この整理ボックス2と同じようなサイズであれば、こういったニトリさんのものですとか、あとセリアさんのところでも、出ているんですけれども、この長い整理ボックス4の大きさっていうのが私もいろいろ研究してきたんですけれども全然ないんですよね。なぜこの大きさが必要かというと、例えばキッチンの引き出しなどで、こういった長さのあるキッチンツールを入れたいというふうになった時に整理ボックス2のサイズだと入らないんですが、この整理ボックス4のサイズだとこんな風にぴったり収めることができるんですね。なかなかやっぱりこのサイズ感を揃えているところっていうのがないので、このモジュールをしっかり考え抜かれているというのが、私が考えるこの整理ボックスシリーズのすごいところかなというふうに思っています。では実際にこの整理ボックスシリーズのモジュールがどうすごいのかというのを、我が家の収納をお見せしながらご紹介していきたいと思うんですが、こちらシンク下の引き出しのカトラリー収納なんですけれども、こちらの手前側に縦に整理ボックス2を4つ、そして上に横向きで整理ボックス4を2つ並べてるんですけれども、ご覧いただいて分かる通り見事にぴったりなんですよね。ですからこういった一般的によくあるキッチンの引き出しのサイズなどにぴったり合うようにモジュールが設計されているというのは本当に無印さんらしいすごいポイントなんじゃないかなというふうに思っています。そしてこちらは食器棚の引き出しなんですけれども、こちらもよくよく見るとですね、整理ボックス4を仕切り代わりに入れていまして、これも見事に奥行きぴったりなんですね。ですからこれも食器棚の、よくあるモジュールというのをしっかり測られて作っているサイズ感なんじゃないかなというふうに思っています。そしてこちらも同じく整理ボックス4をグラス収納に使っているところですが、こちらも奥行きがしっかりぴったりはまるようになっていますので、非常に使いやすいです。そして3つ目にご紹介する我が家の買ってよかった無印良品アイテムは壁につけられる家具シリーズです。壁につけられる家具シリーズのバリエーションを実際に我が家で使っているものをお見せしながらご紹介していきたいと思います。こちらは単品で使えるフックですね。我が家ではこんな風にお掃除道具をテレビの後ろに収納するのに使っています。そしてこちらは棚シリーズになりますが、こんな風に2つ上下に重ねて我が家ではリビングのディスプレイコーナーとして使っています。そしてリビングの隣のこちらのワークスペースの方では、壁にこういった3連フックと投げしを、くっつけて使っています。この3連フックの方は、フックが飛び出して使えるようになりますので、お客様が来た時などにはこちらに、コートをかけていただいたりという使い方をしています。私が考えるこの商品のここがすごいよというポイントは、壁に大きな穴を開けなくても設置できるというところです。設置するときには、こういった、ちょっと特殊な形の画鋲を使って、取り付けるんですけれども、そんなに穴が目立たないような画鋲になっていますので、賃貸のお宅でも結構使えるっていうような方が多いんじゃないかなというふうに思います。一般的なこういった壁につけるタイプの家具というのはどうしてもネジ穴を開けないといけないものというのが多いと思うんですけれども、やはりその賃貸でないお宅であってもちょっとネジ穴を開けるって勇気がいりますよね。でもこのぐらいの画鋲サイズの穴であれば、ちょっと試してみようかなっていうような方も多いと思うので、結構おすすめしたいポイントかなと思っています。そしてこのアイテムのすごいところとしては、やはりスペースを取らずに収納を作れるというところなんじゃないかなと思っています。
例えば玄関などに、ちょっとしたそのコートとか、バッグをかけておくスペースを作りたいというお宅は結構多いと思うんですけれども、ただそのコートハンガーみたいなものを置いてしまうと、どうしても場所を取ってしまうので、なかなか、置きづらいというお宅も多いですよね。そんな時に、壁につけるだけで済むような家具であれば、あんまり場所を取らずに設置することもできますので、小スペースにしながら収納力を上げられるというような便利な収納なんじゃないかなと思います。そしてアイテム以外でぜひお伝えしたい、ここがすごいよという無印良品のポイントなんですけれども、それは収納家具や収納用品などさまざまなシミュレーターが充実しているということです。それでは実際にこのシミュレーターを使って収納用品を選んでいるところを画面をお見せしながらご説明していきたいと思います。まず収納サイズシミュレーターを開いていただきますと、こんな感じで棚の上、床の上ということで選ぶことができます。今回じゃあ棚の上を選んでみたいと思います。そうすると、衣類、雑貨小物、水回り用品とまた選べますので、じゃあ今回は雑貨小物を選んでみます。そうするとですね、この実際の収納場所のサイズを入れることができますので、こちらの物差しボタンを押していただくと入れられますので、じゃあ例えば幅を80センチで、高さはじゃあ40センチ、そしてじゃあ奥行きも40センチということで選んで決定してみたいと思います。でそうするとですね、こんな感じでどのぐらいのサイズ感なのかというのが出てきますので、このプラスボタンを押していただくと、このサイズに入れることができる収納用品の候補というのがこうやって一覧で出てきます。この中から、見た目の好みですとか入れたいもののサイズ感などを考えて収納用品を選んでいただくことができますので、じゃあ例えば、こちらのラタンのボックスをまず置いてみます。そうするとどのぐらい残りの幅が、できるのかというのが分かりますので、こちらに合わせて、じゃあもう一つはそうですね、じゃあこのボックスを選んでみたいと思います。するとさらにまた残った幅が分かりますので、こちらに合ったものを選んでいきます。じゃあ残りはこのボックスを選んでみます。このように、この収納場所に、どのぐらいの収納用品が置けるのかというのが選べて、さらにこの見た目の雰囲気というのも分かります。この商品の確認を押していただくと、実際に選んだ商品がどの商品なのかというのも分かりますので、購入する時の参考にしやすいのではないかなと思います。また収納用品だけではなくて収納家具もシミュレーターが充実していまして、ユニットシェルフ、スタッキングシェルフ、スタッキングキャビネット、ファインザユニットシェルフ、この4種類のシミュレーターが用意されています。例えばこちらのユニットシェルフのシミュレーターを、見てみたいと思います。例えばこういったサイズや素材から選ぶと、で棚板がステンレスではなくて、じゃあオーク材にしてみて、じゃあ高さはじゃあ身長ぐらいの高さ175センチ、身長よりちょっと高いぐらいの高さですね、こちらで選んでみて、そうですね、じゃあお洋服をかけられるような、そういった、クローゼット用のシェルフを組みたいというふうになった場合に、ちょっとじゃあこういうふうに棚板を上げてみて、でオプションパーツなども選べますので、こういったワードローブバーをつけてみて、この棚板をちょっとやめて、でその代わりにじゃあここに引き出しを入れる。でこのような形で、クローゼット用のシェルフが出来上がりというような、組み合わせを作ることもできます。でそうするとまとめて、だいたい4万円弱ぐらいのお値段で作れるんだなということが、こちらでシミュレーションすることができます。実際最初にご紹介したこちらの我が家のキャビネットも、こちらもシミュレーターを使って組み合わせを考えてオーダーしたものになります。オーダーする場合というのは、いろんな組み合わせができますので、パッと見いかにも無印良品で買いましたっていうのが、伝わりにくかったりもするのか、こちらの家具に関してはどこのですかというご質問をすごく多くいただきます。ですので、自分の上に合ったオリジナルな家具をオーダーしたいという方には、このシミュレーターを使っていただくのは結構いいんじゃないかなというふうに思っています。いかがでしたか？無印良品の収納用品やサービスは、収納のプロ目線で見てもやっぱりすごいと感じるポイントがたくさんあると思います。さらに年に何度か無印良品週間という、メンバー会員の方は全品 10% オフになるというキャンペーンも開催されています。ですから収納用品をまとめ買いしたいというような方ですとか、ちょっと大きめな収納家具をこの機会に買いたいという方は、この良品週間を狙っていただくとお得にお買い物できるのでおすすめです。最後にこの動画を気に入ってくださった方はチャンネル登録とグッドボタンをぜひお願いいたします。
それではまた次の動画でお会いしましょう。